ブレゲ、父の字。いやー、ブレゲ、今年に関してはもう目が離せないと言いますか、注目していかなきゃいけない。というのも、今年はブレゲ創業250年となる節目の年なんすよね。で、そうなると登場するのが記念モデルってわけで、第1弾が出ましたね。それがこのクラシックススクリプション。今回はこのモデルについて語ってみたいと思います。で、このクラシックススクリプション250周年記念ってだけあって特別なモデルなんですね。どの辺がってことなんですけど、ブレゲの歴史的な懐中時計の名作を復刻させてるっていうところなんです。それでこのモデルの元となった時計っていうのが1796年に誕生したスースクリプションウォッチという懐中時計なんですね。スースクリプションって何って皆さん思いません？いや、私も思います。ってことで、この時計の特徴をお話しする前に、そもそもスースクリプションとはっていうところから始めていこうと思います。というわけで、スースクリプション、モデルの名前にもなっていますけど、これがですね、フランス語で予約販売みたいな意味らしいんですね。なんでそんな言葉をモデルの名前にしてしまったのか、すごく不思議なんですけど、どうも当時この懐中時計を販売するときに独自の予約システムを確立していたらしいんですね。それというのが、予約する際に代金の4分の1の頭金を支払っておいて、納品の時に残りを支払うというやり方らしいんです。これが画期的で、ユーザーとしては買いやすくなるし、メーカーとしても事前に収入があるので安定して生産しやすい環境になったそうなんです。しかも時計自体の作りもシンプルにすることで、広く一般の人にも手の届きやすいものにしていたらしいですね。どうやらそういうビジネス的な意味でも革新的なモデルだったと、そういうことらしいです。というわけで、スースクリプションってそんな背景があるんですが、肝心のモデルの方を見ていきますと、さっきも言ったように非常にシンプルな作りになっているんです。いや、シンプルすぎて針が1本しかないんですけどねいや、珍しくないですか？針1本あんまり見ないですよね。とはいえシンプルで特徴的で、これはこれでありなのかもと感じさせる何かが確かにありますね。こんなシンプルなのに妙に惹かれるみたいなことが。もちろんブレゲ数字とかそういうブレゲらしいデザインもその要因の一つであることは間違いないんですが、私が特に注目したいのがダイヤルなんですよね。グラン風エナメル。これがね、めっちゃ綺麗ですよね。すごくみずみずしくて艶やかな感じ。いや、もうすごくいいですね。エナメル好きなのよね。デザイン自体はすごくシンプルなんですけど、このエナメルだから成立している感じがします。はい。それではここからちょっと話題を変えまして、このモデル普通のクラシックラインと違うところが結構あるんですけど、それがブレゲのこだわりみたいなものを感じさせてくれて非常に好きなので、次にそこに触れていきたいと思います。で、まずは針の造形がブレゲ針はブレゲ針なんですけど、普通のモデルと違って先端の部分が長いんですね。これオリジナルのスースクリプションウォッチと同じ形でちゃんと再現されているんです。この再現度の高さはありがたいですよね。しかもこの針かなり良さげ。デザインがシンプルな分余計に目立ちますからね。しっかりと入るようなものになっていて、かなり好印象です。はい。それからケースサイドを見てもらいたいんですが、ブレゲといえばコインエッジじゃないですか。ないんですね、コインエッジ。サテン仕上げになっている。なんかコインエッジがないブレゲってちょっと違和感があるような気もしますが、これもよりオリジナルの懐中時計に近い形での復刻ということになっているようですね。はい。そしてこれはちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、使われている素材も違っているんです。ブレゲゴールドという新しく開発された18金を使っています。これが18世紀当時のファジーな感じのゴールドの再現を目指して作られたんだとか。色味をオリジナルに近づけるために素材を開発しちゃうってすごくないですか？気合入ってますよね。それからですね、ムーブメントに関しても通常のクラシックラインとは一線を画しています。
いやもうそもそもの見た目が懐中時計っぽい。この感じはトラディション味もあると言いますか、いやまんまトラディションっていう気がしないでもないですけれども、中央に香箱を置いて左右対称になるような輪列になっているんですけど、いやこの辺りはブレゲの懐中時計らしいですよね。いいですよね。このダイヤルデザインにはこういうムーブメントこそふさわしいと、いやそう思いますね。しかも振動数は 3Hz のロービートになっていて、これも昔の時計っぽい趣で、さらにパワーリザーブが96時間で超ロング、いいのではないでしょうか。はい。こう見ていくと、今までのブレゲのクラシックラインの延長で作られたっていうよりも、オリジナルの懐中時計に近づけようというリスペクトみたいなものをこの時計全体から感じざるを得ないですね。だから今回の周年記念モデルめちゃくちゃいいと思うんですよ。はい。で価格なんですけど、最初に触れた通りスースクリプションって多くの人に手に取ってほしいってことで作られているんで、シンプルな機能にしたりしてね。なので非常に手に取りやすい価格になっているんじゃないかということで、価格を見ていきますと735万9000円。予想外です。まあこれだけこだわってればね、それも致し方がないって思う一方で、相当シンプルな機能なんで、もうちょっとなんとかならなかったのかなとも思いますね。はい。ということでクラシックススクリプション、まあ針が1本しかないっていう多少の癖はあるにせよ、全体的に見て懐中時計時代のブレゲの良さが引き出されていて、結構いいモデルになっているのではないでしょうか。いやー、このブレゲ時代の作品の復刻はめっちゃいい。しかも再現度が高いってな感じで、正直このクラシックススクリプションが250周年の第1弾って言っているので、今後の展開がすごく楽しみですね。とはいえですよ、今回すごくシンプルなモデルが出てきちゃったんで、今後ブレゲらしい記念モデルが出るとすればトゥールビヨンとか複雑なやつが出るんだろうなーなんて思っちゃいましたね。はい。では今後のブレゲの展開に期待しつつ、今回は終わろうと思います。それでは当分連休ないねニコ。いやー、2025年ですか今年は。急になんだと、いやそんな声も聞こえてきたり来なかったりという感じですけれども、いや今年やっぱり暑いわ。ウォッチーズ&ワンダースも楽しかったんですけど、今回のブレゲみたいなやつね、いいですよね。つまり周年記念系、別の動画でも喋ったんですけど、今年ね周年記念を迎えるブランドが多いんですね。ブレゲの250周年も第1弾がこれだけ良かったですし、あとはバシュロンの270周年ね、222のステンレスモデルが出ましたし、もうねこの2本だけでもあざーすって感じですけど、ランゲの180周年とかオーデマピゲの150周年とかいろいろありますよね。だから今年1年どんな新作が来るのかなって過ごせる、しかもずっと楽しめるんでね、割といい年になるんじゃないかと。いや5月になりましたけど思いましたね。はい。そんな感じで今後注目していきたいと思います。それでは。